ライズとコラボした作品は、まだ自社作品2つだけなんだ。今回は今後コラボしそうなコンテンツを過去作のコラボから予想していくぜ。たまらないな。無駄にガルクでドリフトしまくってるけど、どうしたの？いやー、大神コラボでガルクの重ね着装備が追加されただろ？ダッシュで花が咲くエフェクトを見るために走り回ってるんだ。クエスト中の BGM で太陽は昇るが流れたのも超胸熱だったぜ。私、コラボ先のゲームやったことないから、いまいち気持ちがわからないわ。知ってる作品とコラボしたら嬉しいんだけど、そういう予定ないのかしら？今のところ、ライズは、モンハンストーリーズ2と、大神としかコラボしていないぜ。どちらもカプコンの自社作品だな。ダブルクロスまではいろんなゲームや漫画とコラボしていたんだが、ワールド移行はかなり減った印象だ。どうして？海外展開を意識しているからだと思うぜ。コラボ先に関してもかなり厳選している印象だ。じゃあ、あんまり幅広くはコラボしないのかしら。ダブルクロス以前と比べてコラボ先は減るだろうが、その分だけ凝った内容になるだろうな。個人的にこの先のコラボ作品も少し予想してるから、話してやろうか？いいわね、聞かせてよ。私の好きな作品もあげていい？もちろんだ。コラボはお祭りみたいなもんだからな、予想も含めて楽しもうぜ。まずは自社コラボ先となるカプコン作品からだ。公式情報によれば、5つの自社コラボを予定しているそうだ。あと3つ、カプコン作品のコラボがあるってことだな。それは楽しみね。マリサはどんなゲームとコラボすると思ってるの？まず、ありえそうなのはバイオハザードだな。知らない人はいない作品ね。バイオシリーズとのコラボはアイスボーンですでにされているんだ。当時の最新作だったバイオハザード RE2 とのコラボで、狩猟対象はゾンビのイメージに近いバルハザクだったぜ。このバルハザクはゾンビ状態という状態異常を付与する攻撃をしてきた。もしライズとコラボするなら、最新作のバイオハザードビレッジとのコラボになるだろうな。5とのコラボならウロボロス風のウロミドロとか出そうな気がするけど、最新作とコラボするとなると、どんな内容になるのかしらね。案外、バイオハザードビレッジのクリーチャーが、そのまま登場するかもしれないな。それいいわね。次にコラボしそうな作品として、デビルメイクライが挙げられるぜ。過去にクロスやワールドでコラボしたことがある。特にワールドのコラボクエストでは、担いでいる武器種で音楽が変わるなど、かなり凝った仕様だった。ライズでもぜひコラボしてほしいな。デビルメイクライも人気シリーズだから、またコラボしそうね。それに、初期のデビルメイクライとモンハンはスタッフが何人か共通していて、縁のあるシリーズ同士なんだぜ。その影響か、モンハンのサントラである狩猟音楽集に、デビルメイクライ風の曲が入っているんだ。曲名はアイルーメイクライだ。デビルメイクライの曲にアイルーの鳴き声が混ざって、シュールな仕上がりの一曲になっている。後で聞いてみるわ。有名作品といえば、ストリートファイターとのコラボもありそうじゃない？ストリートファイターもワールドをはじめとする過去作シリーズとコラボしているぜ。竜になりきれる一式防具の再現度は強烈だったぜ。ジェスチャーで波動拳や昇竜拳も使えたしな。ストリートファイターは世界的な知名度を持つ作品だから、ライズでのコラボもあり得るだろうな。イブキという忍者キャラもいるし、なりきりの一式防具があると面白そうだぜ。じゃあ、ロックマンとかはどう？ロックマンも過去作でコラボしているぜ。目玉は音も装備で、ロックマンになりきれる装備がクロスシリーズで登場していた。ワールドシリーズの音も装備はレトロなドットのロックマンそのままの見た目だったぜ。レトロ調のロックマンって、めちゃくちゃシュールね。ロックマンも過去作でコラボが続いているから、ライズでもコラボしそうだな。ラッシュを模したガルクの重ね着装備が追加されたら面白いと思ってるぜ。確かに、見てみたいかも。次に挙げるのはストライダー飛竜だぜ。初めて聞いたんだけど、それもカプコンのゲームなの？そうだぜ、元はアーケードゲームだな。ストライダー飛竜の説明は長くなるから省くが、簡単に言うと近未来忍者アクションだな。忍者じゃなくて忍者なのね。ストライダー飛竜とライズは忍者要素が共通しているし、親和性が高い。すでにクロスシリーズでコラボ済みだが、ライズともぜひコラボしてほしいぜ。海外は忍者人気が非常に高いから、海外展開の面でもぴったりだと思うんだよな。写し教官に似てるから、ツーショットを見てみたいわね。そうだ、ディノクライシスとかどう？ディノクライシス？昔あったのよ。バイオハザードの亜種みたいなゲームで、銃で恐竜を倒すの。コラボクエストでアンジャナフのクエストが出たら面白そうじゃない？ああ、あれか、そういえば私もやったことあったな。コラボしてくれたら嬉しいが、続編も制作されていないし厳しいかもな。鬼武者や戦国バサラも、同じ理由で紹介しなかったんだ。なるほど。コラボにも色々条件があるのね。まあ、絶対ではないけどな。ディノクライシスコラボもあるかもしれないし、期待して待つことだ。毎晩祈るわ。
次は任天堂作品とのコラボ予想だな。モンハンはいろんなメーカーのゲームとコラボしているが、任天堂作品とのコラボが多い。ライズでも、何かしらのコラボがあるかもしれないぜ。なんで任天堂？あ、スイッチつながりね。そうだぜ。任天堂ハードで発売された過去作モンハンのうち、フォートクロスシリーズは任天堂作品とのコラボをしている。ライズが任天堂作品とコラボするとしたら、マリオは硬いだろうな。任天堂といえばマリオだもんね。4ではマリオやルイージになりきれる音も装備が登場していたぜ。スーパーキノコを食べて巨大化する、ババコンガのクエストもインパクトがあって有名だったな。任天堂といえば、ゼルダの伝説もあるわね。ゼルダはスイッチで最新作も出てるしな。過去作のモンハンでもコラボしていて、リンクの装備を再現した防具や片手剣が登場していたぜ。ライズとコラボするなら、マリオとゼルダの伝説が目玉になりそうだな。他にもメトロイドやスターフォックスなど、過去作でコラボした作品はたくさんあるぜ。名作揃いの任天堂とのコラボとなると、候補になる作品もたくさんあるんだ。昔からの有名作品が多めなのかしら。発売が任天堂の作品なら、スプラトゥーンとのコラボがあっても良さそうじゃない？海外での評判もいいみたいだし、ありえそうだよな。そういう意味で言えば、ゼノブレイドやベヨネッタとのコラボがあっても嬉しいな。ベヨネッタもあったら嬉しいわね。次は漫画作品とのコラボ予想だぜ。漫画ともコラボしているの？過去作のモンハンでも、いろんな雑誌の漫画とコラボしていたんだ。ただ、その中でも特にボリュームが多かったのはジャンプ作品とのコラボだったぜ。知らなかったわ。ライズでは、和風の世界観とマッチしていて、人気も高い作品とコラボするんじゃないかと予想している。そういう意味で言えば、一押しのコラボ候補は鬼滅の刃だろうな。鬼滅の刃は社会現象になるほどの人気っぷりだもんね。鬼滅の刃は人に害をなす鬼を退治するという設定だからな。和風の世界観で、さらに妖怪がモチーフのモンスターを狩る、ライズとの親和性は抜群だぜ。キャラの呼吸に合わせた属性の日輪刀がコラボ武器で登場したら嬉しいわ。炎の呼吸は火属性で、水の呼吸は水属性。炭治郎の日輪刀と煉獄さんの日輪刀は実装されそうな気がするな。それに、実はモンハンエクスプロアというソシャゲで鬼滅の刃コラボがあったんだぜ。残念ながら、エクスプロアはサービス終了してしまったけどな。すでにコラボしてたのね。過去作のモンハンでも、ワンピースやジョジョの奇妙な冒険などの人気ジャンプ作品とのコラボはあった。世界観の親和性という意味でも、人気という意味でも、鬼滅の刃コラボは来ると思っているぜ。いや、来い。マリサの熱意は伝わったわ。人気作品って意味で言えば、他にも候補はたくさんありそうね。呪術廻戦とかどう？呪術廻戦も今人気の作品だし、可能性ありそうだよな。和風という意味で言えば、歴代ジャンプ作品にも候補はたくさんあるぜ。ルローニケンシンとか銀魂とかな。ブリーチも可能性あるんじゃない？ありえそうだな。ただ、海外でのコラボ展開のしやすさも条件になるだろうな。そういう意味で言うと、私の一押しはナルトだぜ。ナルトは海外人気すごいもんね。忍者作品だけあって、海外にも熱狂的なファンがいるもんな。鬼滅の刃とナルトはコラボ候補として最有力だと思うぜ。最後に、和風ゲームという括りで予想をしていくぜ。他社のゲームとコラボすることなんてあるの？過去作にはあったぜ。ダブルクロス以前はメタルギアソリッドなど、他社の人気作品とコラボしていた。ワールド以降はウィッチャー3、アサシンクリード、FF14 などのゲームともコラボしている。結構いろんなゲームとコラボしてるのね。特に FF14 ではベヒーモス、ウィッチャー3ではレイチェンが、新モンスターとして登場したんだ。これまでいろんなタイトルとコラボしているが、新モンスターまで追加されたのはこれが初めてだったぜ。すごく力の入ったコラボだったのね。ライズの場合、世界観に合わせて、和風ゲームとのコラボもあるんじゃないかと思ってる。どんなゲームがあったかしら？高いアクション性と難易度で有名な赤狼は和風ゲームだったな。しかも主人公は忍者だぜ。ライズのかけり虫を使ったアクションも、赤狼の鍵縄を使ったワイヤーアクションを彷彿とさせるしな。コラボしたら、かけり虫のエフェクトが変わるなりきり装備とか出てくるかもしれないな。めちゃくちゃ渋くてかっこいい感じになりそうね。人気で言えば、ゴースト・オブ・ツシマもコラボありそうじゃない？あってもおかしくないな。他に和風ゲームあったかしら？思考は違うが、天水の桜姫との、ちょっとしたコラボはあってもいいんじゃないかと思ってる。天水の桜姫は、稲作シミュレーションとアクションを掛け合わせた珍しいゲームだ。米と関連付けたコラボクエストと音も装備の追加があったら楽しそうじゃないか？可愛らしいデザインのゲームね。おぼろ村正も忍者要素があっていいんじゃない？言われてみればそうだな。音も装備くらいの実装があってもいいかもしれないぜ。もういっそ全部コラボしてほしいわ。欲張りだな。気持ちはわかるが。
ライズのコラボ予想は異常だぜ。コラボしそうな作品、コラボしてほしい作品、色々あったな。そうね、こういう予想も楽しいわ。で、霊夢がコラボしてほしい作品の本命はなんだ？カプコン作品ならジノクライシス、任天堂作品はゼノブレイド、漫画は鬼滅の刃、和風ゲームはおぼろ村正ね。マリサは？私はストライダー飛竜、ゼルダの伝説、ナルトに赤狼だな。みんなも、コラボ予想があったらコメントにガンガン書き込んでくれ。願望でもいいわよ。予想で好きな作品が紹介されたって人は高評価とチャンネル登録も頼むぜ。ご視聴、ありがとうございました。モンスターアイコンに注目したことはあるか？さらっと飛ばしがちな要素だが、よく見るとモンスターの個性が的確に表現されていて面白いんだぜ。たまに何のモンスターかわからないアイコンなんかもあるけどな。さて、霊夢がモンスターアイコンを調べて何やら企んでいるようだが、クイズでも出したがっているのかな？私なら、全問正解なんて朝飯前だぜ。次回、モンスターアイコンクイズ、ゆっくり見ていってね。